今回は手元にあるアルミ材料を使った自作キックペダルの製作動画だよ。この機会に微妙にフレームラインと一致してないペダル形状を最適化してみたよ。これまでカーボン通読号を作っていく中でいろんな部品を自作部品に置き換えてきてるね。本来ホイール周りや倒立フォーク関連部品みたいに必要に迫られて自作部品を作ってきた。そうするうちに自分で作れそうな純正部品を見つけると思わず作ってしまうようになっちゃってる。例えばサイドスタンドやそのベースブラケット、カウルのステーにチェーンアジャスターなんかがそうだね。アルミを使うから軽量化という効果はあるものの、純正の置き換えだから使い勝手なんかで目に見える効果はない。だから純正部品を使う方が無難なことは分かってるけど、多少の難があっても面白そうだから作ってみたくなるんだよね。今までもキックペダルにはカーボンを貼り込んで、カーボン中毒号の車体全体で外観を整えてたね。だけど何かのカーボン貼り込みのついでの作業だったんで、仕上がりはいまいちだったね。キックペダルの構造としては、スターターシャフトとつながるスプラインが切られたベース部分と折りたたみ式のペダル部分の2つで構成されてる。ベース部分はスプラインの加工があって、これは自作できないんでそのまま使うしかない。だから今回自作するのはペダル部分になるね。まず大雑把に純正キックペダルの寸法を確認する。軸を受ける穴が 13mm で、そのブロック部分は 22mm 幅で 30mm 程度の長さ、軸を受ける穴の深さは 19.8mm といったところ。そこにストッパーとして 8mm 程度の厚みで 8mm 高さの壁がある。ペダルアームは根元の太いところは 14mm 程度、真ん中あたりの細いところは 12mm 程度の扁平した丸棒で、長さは 200mm くらいだね。根元の軸を受ける穴の中にはボールプランジャーが仕込まれてて、この効果でペダルをしまった状態が固定される。ペダルを作るための材料は手元にあるアルミの端材で、以前何かを作ろうと余計めに手配した部材の余り物だね。シャフトを受ける根元のブロック部品は 30mm のキューブ材を使って、ペダルアーム用の材料はいくつか候補があるけど 13mm の棒材を使う。まずは 30mm キューブに旋盤を使ってシャフトを受けるための 13mm の穴を開ける。材料が四角形だからチャックは4つ爪の独立チャックを使ってる。もともと中心付近に 8mm 程度の穴があって、それを広げてるね。13mm ジャストのドリルやエンドミルを持ってないんで、12mm の穴を開けたところから中グリバイトで 13mm に加工する。キューブ材に開けた穴を基準にしてバンドソーで純正部品の形状に近い形に切り出す。最終的にはフライス板で形状を整えるけど、ウプ主のフライス板はモータートルクが弱いんで加工に時間がかかる。だからなるべくフライス板での加工を少なくするためバンドソーで切れる部分を切り取ってるね。でも 30mm の板厚だとバンドソーで切るのも結構時間がかかっちゃうね。バンドソーで大雑把な形に切り出したらフライス板で形を整えていくよ。ロータリーインデックスに小型のチャックを取り付けたもので R 部分を成形する。その後にバンドソーで切った側面を削って純正品と同じような形状に整えていくよ。ストッパー部分は普通にバイスで固定して形を整えるけど、ここはキックアームの回転角度に影響するからそこそこシビアな寸法になる。だから少し削ってはベースのシャフトを差し込んで動作を確認しつつ削る量を調整してるよ。そういった加工で一応はキックペダルのブロック部品を削り出した。
次にペダルアームを作るけど、これは 13mm 系の丸棒をそれらしい形に曲げるだけだね。油圧プレスを使おうと思ったけど、油漏れがあって使えなかった。仕方ないんで、アルミ棒をバーナーで熱して手曲げすることにした。形がそれらしく真似できるかがポイントになるけど、それほどシビアなものじゃないからやってみる。ある程度加熱したら、パイプを使ってそれらしく曲げる。まずは根元側を大きめに曲げて、先端側を小さめに曲げる。一応はそれらしい形になったんじゃないかな。この先は根元のブロック部品に溶接した後に車体に仮付けしながら微調整するよ。曲げたペダルを根元のブロックに溶接するためにバンドソーで斜めに切る。それから中性ペダルと似た形になるよう固定をしてから溶接する。仮溶接をして一旦車体に合わせてみると、微調整は必要そうだけど大きな問題はない感じにできた。ということで本溶接をしてキックペダルの基本構成を作っていくよ。溶接できたらもう一度プライス板で丸棒の形を整える。単なる丸棒だと安っぽく見えるんで、部分的に平面や溝を作ってデザイン上のアクセントにしてるね。ま、それらしい雰囲気にはできたかな。それからボールプランジャ用に穴を開けてスプリングとボールをセットする。ボールの丸径とスプリングの外径は 6mm で Amazon で買ったものを使ってるよ。ボールプランジャーの動作も問題なさそうだね。実際にキックペダルを踏んでも特に違和感はないし、エンジンの始動も問題ない。形状の最終調整をやっていくけど、純正のキックアームにちょっと違和感がある。フレームのラインとキックペダルの先端部分の角度が微妙に違ってる。せっかくなんでこのラインをできるだけ一致させるように調整するよ。念のためスプラインの山を一つずらしてみると今度は下がりすぎちゃうね。それで自作品の元の形状がこんな感じで、少し曲げを追加してやる必要があった。作業風景はないけど、力技で曲げを追加してフレームとペダルのラインを一致させた。折りたたんだ状態でも微妙に違和感がある。フレームに対してキックペダルが少しだけ広がった形になってる。同じように力技で曲げておよそ平行になるように調整したよ。ここからは最後の仕上げとしていつものカーボンの張り込み作業だね。目止めの黒塗装の後に樹脂でカーボンを貼って真空パックする。真空パックから取り出したものの表面にペーパーを当ててからクリアを塗装する。クリアが乾燥したら恒例の重量比較で純正品が 235g に対して自作品は 103g と半分以下の重量になった。自己満足の重量比較ができたんで車体に組み付けて完成だね。エンジンが焼き付いてクランキングできないような時に力いっぱい踏むと曲がる可能性はあるかもしれないけど、通常仕様では問題ないと思うよ。何より微妙に車体にマッチしてなかったキックペダルの形を車体にマッチさせられたのは良かったかな。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。